こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、大体ネザーに来てから最初に行うことは、ネザーラックの逆 L 字の方位の確認です。私の記憶が確かならば、まっすぐ進めば地図上では北に向かうはず。もしかして記憶通りだったの？まあ記憶に自信がなかったので確かめたわけですが、どうやらまたところてんに勝利してしまったようです。干渉ではないのね。さて前回は、ピラミッドの工事進捗が 97.7% に達しました。分数で表現すれば残った工事は43分の1だけで、もう終盤と言えそうです。本当に終盤でいいの？もろもろ含めてもあと30時間はかからないでしょうし、参考までに、ここまでの収録時間をすべて足し合わせてみたら、ほぼ200時間ちょうどでした。さて、ネザー水晶鉱石の大量採掘は初めてで、約20スタックという分量を集めるのにどの程度かかるかが、ひとまずの心配事です。とりあえず鉄鉱石よりもかなり鉱石数が多い感じです。1鉱脈で倍ぐらいはありそうね。まずは目処を見極めるため、ネザー要塞のことはさておきで鉱石集めに集中してみます。で、まあもう待ち構えているのが丸分かりの、今回のネザーでの初のガスト戦です。足元の穴が気になるわね。でも案外、弓で迎え撃つには理想的な地形です。そもそもガスト自体は攻撃力が弱いので、周囲のゾンビピッグマンが攻撃されたりしなければ、大した脅威ではありません。いつも手こずって大変なことになるけどね。それでも足元が崩れて溶岩海に落ちることさえ気をつければ、困ることはまずないんですよね。通路は狙うのやめて。結局ガストなんて、カットを駆使すれば一撃なんです。今さらっと何か言った？単に一撃で葬り去っただけですよ。で、今矢は何本使ったの？ガストを倒した矢は1本です。さて、ガスト倒した直後です。グローストーンは素手でも取れた気もしますが、というかシルクタッチで取るべきでした。うかつです。ところでインベントリ見ると、ネザーに来てから矢が5本減っていて、倒したガストは2体よね。差し引きの3本の矢はどこで使ったの？カット中に現れた子供ゾンビピッグマンに、結束する重要性を説いていたら折れました。さて、ここらはまだ、以前探索した時に残した丸石の目印が残っています。最初に見つけたネザー要塞までの目印よね。調べてみたら、この目印残したのはリアルで1年3ヶ月前のようです。月日が経つのは早いものです。月と日で収まっていないわよ。そこから2分進んだところで、再びガストと遭遇しました。今のは明瞭に一撃ね。ひょっとして弓が上手くなっちゃったの？そんなことあるわけないじゃないですか。失礼な。なんで否定するのよ。さて、ネザーで面倒なのは溶岩の海と交友崖っぷちです。思うようには進みたい方向に進ませてくれません。地図埋めしながらの探索だとそうなるわね。で、崖を降りる前にガストがいないのを見計らってグローストーンを集めていたら、やっぱり寄ってくるんですね。急ぎます。そしてガストを倒しに行ったらタイミングよくラグさんが、しかも焦って逃げようとしたら全角が入ってしまい、焦れば焦るほど画面左上にアルファベットが並んでしまいます。何をやっているんだか。多分、スペースキーを押そうとして変換キーに触れてしまったのだと思います。で、逃げられてしまったようなので、距離を置こうと思ったら、後ろから追撃されました。仕方がないので相手します。うおやばい、熱いしゾンビピッグマンに当たるしここで一撃目の矢のコンマ5秒をカットするとさすがに不自然です。とっさにコンマ5秒を8倍速送りにして分かりにくくするのが限界でした。それはどうでもいいけど、今の2発目はよく当たったわね。無論まぐれです。さて、下に階段掘りするときは少し楽です。埋没溶岩を警戒しないで済むんですよね。
で、今のガスとは結構離れていたからもう少し先でしょうか。ありました。なお、念のためにお話しすると、別にモブドロップ品拾い縛りをしているのではありません。モブドロップ品を拾ったら捨てられない縛りよね。違います。単にガストの涙が落ちてたら拾っておきたかっただけなんです。さて、探索開始から20分少々経過したところで確認したら、ネザー水晶鉱石は5スタック半ほどになっていました。このペースならあと1時間少々で集めきれそうね。意外と鉱石約20スタックというボリュームは、さほど大きくなかったようです。これならネザー要塞探しを意識しての立ち回りをする余裕がありそうです。ぼちぼち未探索エリアを意識してみます。というわけで溶岩海を横目に、ちょっと強引に西側に回ってみることにしました。この先はこの地図をくるっと一周する感じに回ろうと思います。以前の探索エリアと重なりづらいし、鉱石も程よく集まりそうです。でも、この地図でもう一箇所ネザー要塞が見つかるかしら。ありそうに思います。そういえば昔は、ネザー要塞はただ適当に歩き回って一つ見つけるだけのものだったんですよね。それが今回の企画では色々考えて探さないとならないところに、ちょっと面白みを感じてしまいます。燃えてきちゃったのね。まあこんなことが間違いなくあろうかと、チェストプレートだけは火炎耐性に着替えてきています。今リズムが変わりました。ダメージが乗り出したのね。さて、この少し先に、ネザー水晶鉱脈を見つけたのですが、まるで人工的に掘られた通路を掘り抜きました。短いですけど。確かに、ネザーでこんな横幅細い洞窟はなかなか見かけないわね。これ昔私が掘った通路だ。おい。どうも、私がそろそろ西に回り込みたいと思った地点で、以前探索した私もちょうど、そろそろ西に回り込みたいと思ったようです。つまり、思考パターンが一緒ってことね。さて、前回からの引き続きの収録はここまでで、鉱石は8スタック半まで増えました。さすがにここらが限界です。そして、新しい朝を迎えました。普通にゲーム再開と言いなさいよ。今日の天気は夜時々ガスと、気温は高いです。さてここらからなら、東に向かえばほぼ未探索エリアです。さて、ガストの方は相変わらず、カットを駆使して最後の一撃が100発100中です。まあカットしなくても最後の一撃は100発100中になるわね。それにしても、拾えたのが経験値オーブ一つとかもの寂しいです。溶岩に飲まれたようね。さてそれから15分ほどは特に何もなく、地図南側の中央あたりまで来たところですが、ここに来て溶岩海に阻まれました。しかし、建築のおかげで高さへの恐怖心が麻痺しているんですよね。以前と比べて、だいぶネザーで動き回りやすくなった感じです。そして再びガストが、はいまた一撃ね。正直なところ、そろそろカットの微妙な調整が面倒くさくなってきています。もう十分頑張ったわよ。そしてその1分後に、無事に3カ所目のネザー要塞を発見しました。結構遠くで見つかったわね。さて、手に入れないとならないのはネザーウォートのみです。こんな場所までもう一度往復したくないので、極力お宝を見つけないようにしないとなりません。それにしても、ちょっと微妙に接近しづらい場所に生成されてしまっています。回り込んだらかろうじて陸地が繋がっていましたが、この場所がなければかなり悩んだかと思います。で、ネザー要塞探索で危なげだったのは、通路を掘り抜いたと思ったら外だった時くらいで。惜しかったわね。上に螺旋掘りしていたら、あっさりと屋根のある通路を掘り当てて、そこから1分も探索したらあっさりネザーウォートを発見しました。見つかるときはほんとあっさりね。
で、思わずがっついたところで、キリが良いので今回はここまでです。さて、前回お知らせした通り今回からはニコ動で、従来のゲームカテゴリから、実況プレイ動画カテゴリに移動しました。色々ご意見いただいたので簡単に補足します。カテゴリ新設したのは、ゲーム動画の様々なジャンルの中で、特に実況プレイ系の数が増えたためと思えたので、なんとなく移動した方が良さそうと思えた次第です。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。